21世紀の現在でも、日本人には閉ざされた知識が一つあります。それは聖書の知識です。聖書には、日本人の知らない真実が隠されているのです。それは、まず私たちの文明に対する知識です。この文明の正体が聖書によって明らかにされ、その終焉の前兆である時の印を知ったとき、あなたは驚嘆するでしょう。これは私たちにおなじみの世界地図です。もちろん日本が中心ですね。どの国でも自分の国を中心に地図を作ります。さて、世界全体を眺めるために視点を変えましょう。こうして見ると、日本は中心ではなく、片隅ですね。よく見ると、陸地は一枚のクッキーが粉々に割れたかのように見えますね。ちょっとだけ陸地を集めてみましょう。かつて、世界の陸地が一つだったことは、聖書からも読み取れますが、現代の科学者たちも認めています。さて、陸地全体の中心地は、この辺りでしょうか。現在の中東地域です。元に戻しましょう。文明の発祥は、この中東から始まりました。約5000年前、ここに突然、シュメール文明が発生したのです。この世界最古の文明の存在は、聖書に記されていましたが、長い間神話のように思われていたのです。しかし、19世紀に考古学が発達し、この文明が事実だったことが明らかになってきました。シュメール文明の影響は、後のエジプト文明、インダス文明、黄河文明にも流れていきました。そして、もちろん、その流れは日本にまで到達していたのです。世界史の流れは、中東が本流で、日本は支流なのです。では、私たちの文明のルーツを調べていきましょう。さて、シュメール文明は、別名、バビロン文明とも呼ばれます。その呼び名のルーツは聖書にあります。実は、聖書は、このバビロン文明の始まり方だけでなく、その終わり方までも伝えているのです。これが、聖書が世界中で信仰されてきた理由の一つですが、日本人には全く知られていません。今回は、その聖書の予言と、実際の世界史の成就の流れを、まず全体的に見てみましょう。実は、このバビロン文明の直系に、4つの帝国が起こると、聖書に予言されていたのです。第1番目の国は、バビロン帝国です。第2番目の国は、メディア・ペルシャ帝国です。第3番目の国は、アレクサンダー大王の率いたギリシャ帝国です。大王の死後、帝国は4つに分裂しましたが、その後、ローマがギリシャ文化を飲み込みながら国々を征服し、第4番目の巨大帝国となりました。ローマ帝国登場は約2000年前のお話です。日本はまだ弥生時代です。その頃、ローマの支配下にあったユダヤ地方にイエス・キリストが現れました。キリスト教はローマから迫害されつつも着実にローマ帝国内に広がっていきました。AD388 年、長い迫害の末、キリスト教はローマの国教となりました。キリスト教が国教になると、ギリシャ・ローマ文化は次第に封印されました。なぜなら、聖書予言を知っていた人々は、バビロン文明の正体を知っていたからです。ローマ帝国は、東と西の2つに分裂し、さらにバラバラになって崩壊します。誰もがローマは滅んだと思いました。
しかし、十字軍が起こり、中東に行ったヨーロッパ人たちは、高度な科学技術を持つイスラム帝国に驚きました。その強さの秘密が、かつて自分たちが封印したローマ文化が土台だと知った彼らは、封印していた過去を掘り起こしたのです。そして、ギリシャ・ローマ文化の復興、いわゆるルネッサンスが起こったのです。ローマは、再び息を吹き返し始めました。この木を境に、世界は激変していきます。イギリスで産業革命が起こると、世界中が、その流れに追従しました。日本の明治時代の文明開化も、この流れの延長線上にあるものなのです。この文明を受け入れた国は、伝統的な文化が廃れ、どの国も似たような文化となっていきました。それは、かつてのローマ帝国が、征服した国々をギリシャ・ローマ文化で染め上げたのと同じです。こうして、世界は同じ方向に向かい始めました。つまり、グローバル化とは、世界のバビロン文明化なのです。西洋文明はキリスト教文明とも呼ばれますが、本当は、そうではありません。今の西洋文明は、バビロン文明なのです。キリスト教会は、ずっと、この文明に警鐘を鳴らしていました。教会は、バビロン文明の唯一の抑止力だったのです。しかし、ルネッサンスで、文明の封印が解かれたとき、教会には、その流れを止める力がありませんでした。教会もローマ化していたからです。人々は、中世を暗黒時代と呼び、ルネッサンスを文明のあけぼのと呼びました。自分たちが恐ろしいローマを蘇らしていたとも知らずに。聖書は、このバビロン文明から4つの帝国が起こると予言していましたが、4番目のローマの最後は、姿を変えて現れると予言しています。すでに、ローマ文化の復興は実現しましたが、ローマは、ある帝国として復活するというのです。その国はまだ現れていません。しかし、その国が出現した時に、終末の時が来ると聖書は予言しているのです。つまり、終末とは、このバビロン文明の終焉のことなのです。現在は、その終末の直前の時代です。なぜそう言えるのかというと、聖書が終末の前兆である時の印を伝えており、その印が実際に見られるようになってきたからです。では、その時の印とはどのようなものなのでしょうか。聖書は何を伝えようとしているのでしょうか。それを調べるために時の印を探り求めていきましょう。